アクロパパの AI 教室。前回は AI に何を見せるかが9割、コンテキストエンジニアリングの話でした。プリアさん、一言で振り返ると。はい、 AI の作業机コンテキストウィンドウに載せる情報を設計するのが大事という話でしたよね。完璧。じゃあ今日は見せた結果ちゃんと動くのか、どう検証するかに進みます。レンです。正直 AI に頼めば一発で動くコード出ますし、検証っていります？いい度胸だね、レン。じゃあ実験しよう。お題は税込み価格を返す関数。ハーネスなしで頼むよ。プロンプトはシンプルに税込み価格を返す関数を書いて。 AI の答えはこう出ました。プライス ×1.1 を返す関数。見た目は正しそうだね。レン、これ使う？全然良さそうじゃないですか。即マージしますよ。じゃあ次に100円の税込みはと聞くと 110.0000000000001 が返ってくる。不動小数点の丸め誤差だ。金額で小数点以下にゴミが出るんですか？お金の計算でそれはまずい。本当だ。見た目だけじゃわからないですね。これがハーネスなしの怖さ。人間がじっと読んでも気づけないバグを AI は堂々と出す。ハルシネーションと同じ構造だよ。プリア的にはやっぱり AI に任せるの怖いなって思っちゃいます。プリアさん、怖がるのは正しい。でも解決策は任せないじゃなくて見張り板を置くんだ。それがハーネスだよ。先生、ハーネスって具体的にはテストのことですか？テストはハーネスの代表選手。他にもあるけど、まずテストで実演しよう。さっきと同じお題でやり直すよ。今度は先にテストを3つ書いておく。100円なら110、1円なら1、0円なら0。全部整数で変えること。このテスト付きでテストが通る税込み関数を書いてと AI に頼む。結果はこうです。 AI はマスドットラウンドで丸めた関数を出してきた。3つのテスト全部パス。さっきの丸め誤差はもう出ない。おお、テスト渡しただけで AI が自分で丸め処理を入れたんですか？そう、 AI はテストに通るにはどう書けばいいかを逆算できるんだ。テストが仕様書になるわけ。なるほど。テストを先に書くと頼み方が曖昧でも AI が正解にたどり着きやすいんですね。アクロパパ的にはここが一番伝えたい。テストは AI を疑う道具じゃなく AI を導くレールなんだよ。レール、いい言葉ですね。自分もこれからテスト先に書いてから頼もうかな。テスト以外のハーネスって何がありますか？大きく3つ。型チェック、リンタ、そして CI。 順番に行こう。型チェックってタイプスクリプトのあれですか？リンタは ES リントとか？そう、型はこの関数は数値を返すはずと宣言しておく仕組み。 AI が文字列を返したら即エラーになる。リンタは書き方のルールブック。未使用の変数があるよ、この書き方は危険だよと警告してくれる門番だね。門番、わかりやすい。じゃあ CI は何ですか？ CI は自動検査ライン。コードを提出したらテスト、型チェック、リンターを全部まとめて回してくれる工場のベルトコンベヤだ。つまり CI が動いてれば AI が変なコード出しても自動で止まるってことですね。その通り。テストは中身の正しさ、型は形の正しさ、リンタは作法の正しさ。3つ揃えると穴がかなり減る。プリア、少し安心してきました。三重の見張りがいれば任せてもいいかも。さあ最後のパート。ハーネスで間違いを見つけた後どうするかだ。レン、どうする？また AI にここ直してって頼みますかね。正解。実はその流れ自体を自動化できる。書かせる、検証する、直させる。これをループと呼ぶんだ。ループって人間が毎回指示しなくても回るんですか？そう、コーディングエージェントにテストを実行させて、落ちたらエラーメッセージごと AI に戻す。 AI が修正してまたテスト。実演しよう。さっきの税込み関数でテストをわざと1つ追加する。マイナス価格はエラーを投げること。当然今の関数は落ちる。エラーメッセージはマイナス入力時にエラーが投げられなかった。これをそのまま AI に渡すと AI はこう直した。関数の先頭に if 文を足してマイナスならエラーを投げるコードを追加。テスト4つ全部パス。人間は見てただけだ。すごい。機械が検知して AI が直す。もう全自動じゃないですか。でも先生、ループが永遠に回り続けたらどうするんですか？暴走しません？いい指摘、プリアさん。だからループの回数に上限を設けたり、人間が確認するレビューゲートを挟むんだ。ループは自動で回す。レビューゲートは人間が関所で止める。この組み合わせが安全な自動化の肝だよ。今日のポイントをおさらいしよう。
1つ目、ハーネスなしだと人間も AI もバグに気づけない。2つ目、テストを先に書けば AI を導くレールになる。型とリンタで穴をさらに塞ぐ。3つ目、ハーネスの結果を AI に戻せば自動修理ループが回り始める。ただし暴走防止にレビューゲートを忘れずに。ね、今日から全部任せるじゃなくてテスト付きで任せるに変えます。プリアも怖がって使わないんじゃなくて見張りを立ててから使うようにします。2人とも成長したね。次回第5回はこのループをもっと大きな単位で回す話。お楽しみに。